こちらの動画は15カ国語の翻訳字幕が使えます。はい、どうも皆さん、こんにちは。ひでチャンネルです。今回はイラストワンポイントアドバイスということで、オンラインサロンにご投稿いただいたこちらのイラストを添削していってみたいと思います。線画から柔らかみを感じさせるにはどうしたらよいでしょうか？私がいつも絵を描くと硬く安っぽい印象を受けてしまいます。先生が線画を描く際に気をつけていることなどがあれば教えていただきたいです。皆さんの中にもこの質問者様のように線画を描いた時になんとなく絵が硬いという印象を受けたり、線画が安っぽく感じてしまって悩んでいるなんて人も多いかと思います。実は線画を描く時に初心者の人がよくやりがちな絵が安っぽく見えてしまうポイントがありまして、この部分をしっかり意識して描けるようになるだけで線画の段階でも絵により説得力を持たせることができちゃうんですよね。ということで今回は線画が安っぽくなってしまう人の共通点と直し方についてこちらのイラストを添削しながら解説した動画をお届けしていきたいと思います。この動画を最後まで見ていただければ初心者の人がよくやりがちな線画が安っぽく見えてしまう原因がわかると同時に、どうすれば説得力のある線画を描くことができるのか、その描き方とコツが分かっていただけると思いますので、線画が安っぽく見えてしまって悩んでいる人、キャラクターイラストの線画に説得力を持たせたい人はぜひ最後までご覧ください。イラスト添削のご依頼はオンラインサロンの他にセッサというサイトでも受付中です。優先してイラストを添削してほしい方は概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。またこのチャンネルではこれからアニメーター、イラストレーター、漫画家など絵を仕事にしたいと考えている人に向けて有益な情報を発信していますので、よかったらチャンネル登録と新着動画をいち早く見られるように通知設定の方もよろしくお願いいたします。今回の動画はライブ配信の切り抜き動画となります。音声が聞きづらい部分があるかもしれませんがご了承ください。それではやっていきましょう。線画から柔らかみを感じさせるにはどうしたらよいでしょうか？私がいつも絵を描くと硬く安っぽいイメージになってしまうか。先生が線画を描く際に気をつけていることなどあれば教えていただきたいです。線が硬いっていうか、形の取り方に問題があるんじゃないですかね。線画ってね、色塗っちゃうとね、意外とよく見えても線画だけ見るとってことがあるんですけど、アニメーションって基本的にベタ塗りのベタ影になってくるんで、2色、それにプラスハイライトっていう感じになってくるんで、どうしても2色しか使えないんで、これでちゃんと存在感、立体感を出そうと思うと、じゃあ何が必要かっていうと、線画の説得力なんですよ。線画の説得力がないと、このベタ塗りベタ影のアニメの場合は色塗りでごまかしが効かないんで、どう頑張っても。なんで線画がしっかり描けてないとアニメーションとしてうまいものにもなんないし、さらに言うと影なしのアニメーション、細田守さんのね、時をかける少女とかさ、影のないアニメーションっていうのもあるんですけど、そうするとよりべったりするんで、そうするとなおのことね、線画の説得力っていうのが必要になってくるんですよ。よりリアルに絵が描けるかどうかっていうのが実は結構、アニメだったらイラストだったら色塗りでいくらでも華やかにできるんであれなんですけど、アニメーター目指す人だと線画の段階で説得力がないとやっぱいけないよっていう話なんです。影が入るだけでも豪華になりますしね、ちょっとした焼き込みリニア入れるだけでもやっぱちょっと豪華になるんで、イラストだといろいろ入れられるんでごまかしが効いてきちゃうんですけど、アニメの場合このアニメ影なしなんですよなんて言われた場合なんか特にそうですけど、影がないとね、やっぱ線画の段階でいかにしっかり描けてるかっていうのがすごく重要になってくるって話で、そこがねできてるかどうかって話なんです。だから線画ってすごい大事なんですよ。もちろんいろいろ効果を入れてあげた方がね、絵的には良くなるかもしれないですけど、やっぱ線画の部分が大事ですよって話でございますんで、だから線画の説得力っていう意味でお話しさせていただくとですね、線画の説得力を落としてしまっている部分っていうのがいくつかあると思います。まず気になるのは、このポーズで首が大きすぎているっていう感じがするのが気になるかな。首のシルエットが見えすぎじゃないっていう。シルエット的にはこの辺に欲しいんだよなーっていう話で。ね。これだとね、首が伸びて見える。体前傾してるんだったら、首のシルエットない方がいいんじゃないっていう話なんですよね。まずシルエットっていう意味でちょっとそこ違和感があったので。例えばの話、こういう襟の部分がしっかり描かれていないというか、構造どうなってんだろうなっていうのが気になるんですよ。襟描いてるっていうのはわかるんですけど、このネクタイっ
ぽいものがこの位置でこうなるってことは、ネクタイの重さがかかってないように見えちゃうんだよね。このネクタイの重さが入るんだったら、ここまっすぐのがいいんじゃない？これ今内側にこう入り込んじゃってるけど、このシャツってこっからどうなってんだろうなとかさ、ネクタイもここでこう曲がってるけど、このネクタイって真横から見たら胸の上に乗っかってここストーンって落ちてた方が自然なんじゃないとか思ったり、これがへっこんでるように見えるんだね、一回ね。これなんでなんだろうなとかさ。あとこの腕の回り込みも、腕の軸こうなってるでしょ。これに対して垂直に回り込んでないと、この腕にラップしてないよね。ラップっていうのは要は巻きついてないよねっていう風に見えちゃうっていうね。ここのスカートも、こう下がってた方が自然なんじゃないかな。スカートのプリーツの間隔もこっちに向かうにつれて幅が狭くなっていくんじゃないのとかさ。ね。あとこの手も小指がスカート掴んでんだったらこうなるんじゃないのとかさ。そういうところで線画の説得力が1ポイントずつそがれていってるってことです。だからそういう部分をきっちり書いてあげることだけでも線画の説得力が出るんじゃないかなっていうお話ですね。こういう部分もぼんやり書いちゃってて弱い。どういう形になってんのかなっていうのが見た人がパッと見ではっきり伝わんないんですよね。ここぼんやり書いちゃうと。なんとなくで終わっちゃってる感がある。例えばここも目頭が揃ってないとか、目尻はこっちはこう返しのデザインになってるのに、こっちはこういうデザインになっちゃってるとか、どっちに合わせていいのか。あとこれ眉毛かな。だとしたらこっちに眉毛がないのも気になるなとかさ。目尻がどうなってんのかとかね。1、まあ2ぐらいにしときます。こっちの目のデザインとこっちの目のデザインがね、合ってない気がする。その辺を合わせてあげるだけでも線画の説得力が出る。顔の角度で変わらないデザインにしてあげるっていうのもデザインとして一つ大事かなっていう気はしますね。印象が合ってそうですかね。左右の目のね。合ってそうならいいと。眉毛はね、基本この眉間の付け根、目の上ぐらいから出てるのが自然かなって気がするんで。で、眉毛の長さはね、自由に反ることができるんであんま気にしない。ただ、顔の角度が斜めなんで、こういう立体になっているよっていう意識を持って、そうすると眉毛の位置もうちょっとこっちの方がいいかな。つまり顔のくぼみに対して眉毛が前にこう出ている。西洋人顔なんですよ、アニメーションのキャラクターって。あとね、デザイン的にね、髪の毛目にかけたくないんですよね。アニメとかのキャラクターデザイン見てるとわかると思いますけど、髪の毛を目にかけるのを極端に嫌がるんだよな。それは、例えば目が片方完全に隠れてるキャラクターとかだったらまた別ね。なるべくね、目は見せる方向のデザインでやりたいっていうのがあるんで。で、ここもね、この立体っていう意識なんで、こういうね、パイプが入ってる。だからこの感じでいくと、この辺までこの立体があっていいんじゃないかなっていう気はしますね。で、反対側とこっち側の厚みが違うんですね。だからここもうちょっと厚みが欲しいな。厚み合わせたい。ただここだと胸元見せたいはずなんで、見せたいものに被ってくんのを避けるためには、もう髪切っちゃっていいんじゃないかな。この長さなんかね、ちょっとね、中途半端に見えちゃったんで、邪魔になっちゃうっていう場合はね、こんぐらいにしちゃうっていうのも一つの手ですね。で、耳は多分丸い方が可愛いんじゃないかな。輪郭このまま活かしましょう。で、口ももうちょっと大げさにしてあげた方がらしさが出るかもね。これがなんだかちょっとわかんないんで、おそらくこれ初音ミクなんだよね。だとしたら初めから設定見とけばよかったな。この四角がね、多分こっち向かない。今この人がこっち向いてるとしましょう。ね、この四角って顔に対してこういう向きでついているので、それを考慮すると、この人も若干こっち向きにハスに構えてる。顔のボックスで言ったらこういうボックスなんで、この四角はどうついてるかっていうと、こういう向きでこうついてるのが正解になってる。だからこれ見ると両方外側に開いちゃってるんで、ね、多分こうじゃない。で、反対側もこっち向いている。で、ここにツインテールがあるんで、この辺から入れてあげる。で、体のシルエット的には、襟のね、構造をまず理解したいところですね。こうなってて、胸元が開いてるとしたら、襟が立っている。で、
これ第1ボタンのところの出っ張りなんで、こうなっていて。で、こっからこう来て、ネクタイがある。で、ここね、まっすぐ重力に従ってストンと下に下ろしたい。で、これもね、大事なポイントなんですけど、こういうパース感が今多分あると思うんですよ。なんで、ネクタイはこことここが山の頂点になるように書いてあげたい。紙に対して真横でこうやってやっちゃうと空間的におかしいんで、必ずパースに対して揃えてあげる。襟もこの体の角度に合わせてね、襟の頂点作ってあげると。女の人だから、こっち空いてる方のこっちがボタンになりますね。重力があるんで、こうまっすぐピーンと下ろしちゃっていいんじゃないかなって気がします。で、ここら辺に鎖骨がこう斜めになってね、見えてくる。で、肩、こっち向きにしたい。で、胸がこっちに出っ張っちゃってるけど、この角度だったら、こっちに出っ張んないんじゃないかな。これも要は胸のラインを見せたいってことだよね。見せるとしたってこんぐらいでいいんじゃないですか。このワイシャツもね、体のラインここでしょ。これぐらい欲しいかな。で、スカートもちょっと下目にこう、並んでた方がピーンと張ってるよりらしく見える。こうなっていて、でここも服と手首の段差がなくなっちゃってるんで、ここはちょっと段差つけたいと。だいたいスカートのここ開いてんじゃないかな。で、ここがね、こっちから見たら、この腕の向きに対して垂直になるようにラッピングラインを入れてあげたいということなんですよね。この向きですね。だからね。で、ここはこんな感じになってるんですかね。っていう感じで、このぐらいにしておいて、どうでしょうかね。線自体はミリペンで描いてるんで強弱も何もない線なんですよ。で、線にメリハリはなくともですね、形をちゃんと押さえてあげるってことを意識して描くだけで、最初のものと比べるとですね、何がどう変わったのかって話ですけど、さっきも言ったようにね、各体のパーツを線画でいかに説得力を持たせて描けるかっていうのがポイントなんですよ。だから色を塗る以前の段階でここがしっかりできてないと硬く安っぽい印象は別に僕受けないんですけど、線画の説得力、物の形の取り方の説得力が足りないなっていう印象は冒頭で話した通りでございます。だから形をしっかり取るってことをしてあげるだけでも絵の説得力が全然変わってくると思います。っていうか、それができないといくら色塗りでごまかしても、僕の好きな言葉で、要は線がしっかり描けてないのに色塗りでごまかそうとするのってうんこに香水かけてるみたいなもんだっていう話なんですよ。この例え僕好きなんですけど、もともと汚いものにいくらごまかそうとしていい香水かけたって結局うんこはうんこだっていう話なんですよ。なんでまずその素材をしっかり作ってあげる。で、そこに色を塗るっていう順番を間違えないでもらいたいって話で。色塗りはね、見栄えがいいんで、ごまかし効きやすいんですけど、でもごまかしが効きやすいからこそ、線画が重要になってくる。そこがしっかりできてないと、自分の目もごまかされちゃう。なんか色塗りでいい感じでできてるからいいやってなっちゃう。でも実は全然いい感じでできてないってことが多々あると。だから僕はまず何からやったらいいですかって言われた時に、とりあえず線画からやりなはれ。要は素描、クロッキー、もしくはデッサンってとこですね。線で表現するってことを最初に覚えてほしいっていうのはそういうとこですよ。色塗りをする前にまず線画を極めてほしい。線画で表現がしっかりできるってことに重きを置いてほしい。簡単に綺麗になっちゃうんで、色塗りやりたい気持ちはわかるんだけど、その域にあなたが達しているかどうかというさところなんですよ。そして僕は色塗りにあまり興味が湧かないっていう。色塗りは見栄えがいいし、ね、自分の線画がうまくできてなくてもなんとなくいい感じに色が塗れたらそれでいいという気もしちゃうんですけどね。実はそんなことはないんだよ。だから線画でいかに説得力のあるものが作れるかっていうのが意外と大事だったりするっつう話になってきやすと。
ということで、首のシルエットとか見えすぎると前かがみになっているように見えないよって話もしましたけど、線画で形をきちっと説得力を持って描き出すっていうことが大事だと僕は思います。この立体物が本当にこの向きでこう見えるのかなとかさ、目のデザインもそうですけど、左右で違っちゃってないかなとかさ、スカートって本当に持った時こうなるかなとか、ネクタイって下に垂れた時こう曲がるかなとかさ、そういった部分がちゃんと追求できるかどうかってとこが線画に説得力を持たせる要素になってくると思うんで、ぜひその辺を気をつけて、影がないベタ塗りでもそこそこに見えるように描いてあげるってことが大事だと思います。この線が強弱も何もついていないんですけど、そこでちゃんと見えるかどうかっていうのが意外と大事になってくると思うんで、よろしくお願いいたします。いかがでしたでしょうか？ということで今回は線画が安っぽくなってしまう人の共通点と直し方についてお話しさせていただきました。こちらの動画も一つの参考にしていただければと思います。ここで重要なお知らせ。ライブ配信で描いた絵をまとめた本、イラストスキルアップのための絵の練習ノートがブースにて発売中です。下書きと線画がセットになっていますので、手癖や迷い線、人物を描くときにどこにポイントを置いているのか、どこを省略しているのかなど、絵を描くときの参考に、ポーズ集としてポーズのアイデアの参考にも使える一冊となっていますので、興味がある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。また、ひでチャンネルオンラインサロンでは平日毎日日替わりで教材を使って解説しながら進める絵の講習会やイラスト添削など、絵が上手くなりたいと思っている人に向けていろいろなことを発信しています。コミュニティも充実していますので、もっと一緒に勉強したい方、お絵描き仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。